それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、真夏の果実祭ということでスペシャル企画をお届けしていきます。よろしくお願いします。今回のテーマはあの人の真夏の願望というのをテーマに見ていきます。まずあの方のテーマ見ていきましょう。カラーカードオラクルからもらっていきます。はい、今どんな妄想をしているのか、すごく可愛くて明るい色ですね。コーラル色、サンゴ色が出てきています。人生に流れとシンクロシニティを呼び込む。そうですね、あなたとつながりたいとか一つになりたいっていうのが伝わってきます。それではもう少しもらっていきます。加えてどんなテーマでいらっしゃるのか、本当にね、サンゴっていうと真夏、夏を思い浮かべるので、まさに今のテーマにぴったりなカード色だなと思っています。元気いっぱい、温かい、どこか繁栄を表すようなね、そんなイメージもあります。はい、乙女座のカードが出ています。あなたに対して清純なイメージと言いますかね、このね、乙女座ユリを頭に飾っています。清純、清らか、無垢、そんな風に入ってきますね。そして知的です。お相手が知的な妄想をされています。それはいわゆる知的好奇心かもしれませんね。はい、クールに、そして子供っぽくなくあなたを口説いていきたいっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。あとはあなたとどんな一夜を過ごしていきたいと思っているのか、こちらのカードからももらっていきます。もう少し切っていきましょうね。恥じらっているあなたのことを妄想してるんじゃないかっていうのが出てきていますね。献身的に尽くしてくれてるからこそ優しくしたい、守りたいとかね。はい、じゃあこちらのキラキラのマジックワードスイーツカードから伏せておきますね。あの人の今回のテーマ、大きな鍵を握る1枚です。まずここから分かることっていうのは、安心感だったり癒しっていうのが伝わってくる。あなたと共に過ごすことによってお互いがね、このようにつながり合うことで、その感じるポイントっていうのも波長が合う、ポイントが似ているとか感度が近いものがあるっていうのを感じてるんじゃないかなっていうのもあるんです。シンクロシニティっていう言葉が入っているので、そして流れ、フローっていう言葉も入っているので、流れに沿って動いていきたいっていうのがあるので、計画を組んでいる可能性があります。その流れに乗っていきたいっていう気持ちと、ただその勢いだけではなくて、ここには計画性だったり、どうやったらあなたと甘い夜を過ごせるんだろうかとか、そういうことも少しね、綿密に計算されてるんじゃないかなっていうのもありますよ。ただすごく温かくて明るい色です、純真なお気持ちなので、悪いことを考えているわけではないんです。純粋にあなたと肌を重ねたいとか、もう気になりますよね。どんな素肌をしているんだろうとか、肌の柔らかさを確認してみたいなとかね、そういうことも考えていると思うんですね。そしてあなたと一晩共にすることで、お互いの疲れやストレス、不安を取り除いて、お互いが回復、元気になれたらいいなっていうことをね、考えています。エネルギーを交換し合いたいっていうこともね、お相手の今のテーマとして入っています。だからあなたもしくはお相手が疲れてるのかなっていうのも感じますね。だからこそ癒されたい、癒したい、元気にしてあげたい、元気をもらいたいっていうことを感じてるのかもしれません。お相手ね、あなたのことを繊細な方っていう風に見てると思います。なのでお相手の方が元気をあげたい、守ってあげたいっていうことを強く感じてるんじゃないかなと思うんですね。お相手の方が守るばかりではなくて、あなたにも
あなたにも癒されてるんだよということは伝わってきます。さあ来ました、今回の大きなテーマです。ポイント、お相手、シンプルに、これがお相手のテーマです。シンプルにいきます、いただきますということで、その余計な味付けや飾りはいらないと、そのままのあなたで良い、ね、何も着飾らなくてもいい、言葉はいらない、余計な言葉はいらないっていうことですね。シンプルに伝え、そしてシンプルにあなたと過ごす、もうその一択なんだっていうことが伝わってきます。ではここから見ていきましょう、お相手の妄想っていうことで、どんな妄想をしているのか細かくタロットを使って見ていきます。ではこちらのタロットカードから見ていきましょう。全部で合計8枚のカードを出していきます。そこで今のお互いの状況、本音、そしてお相手の中の今課題となっていること、そして近未来お相手はあなたにお誘いをしてくるのかどうかっていうところもね見ていきましょう。はい、お相手の妄想ではありますが、どうなっていくのか、お相手の中ではどんな風に考えているのか。はい、エンプレス、ソードの9番、あなたのことを好きですね。はい、ですが自分に自信がないのか、もう少し見ていきましょう。2人の関係性っていうものもこれからね見えてくるものもありますね。ただお相手の方が現状厳しいかなっていうのが出てます。はい、レボリューションね、夏っていう感じですね。レボリューション、この8枚で見ていきます。はい、そして補足としてルノルマンももらっていきましょう。こちら側があなた、こちら側がお相手として出しています。そしてここに出しているのが今お相手が課題として感じていること、そしてお相手は動いてくるのかどうかっていうこととアドバイスカードです。このお相手の動きなんですが、レボリューション、これは大アルカナでいうタワーのカードに入ります。ただ革命っていうねタイトルが付けられていますね。もう少し、ルノルマンを使って見ていきましょう。気になるところに補足でもらっていきます。こちらがペンタクルのナイトです。でお相手のところで今考えていること、ソードの9と本心っていうところもペンタクル5番なので、かなりこの2枚を見ているだけでお相手苦しいとか厳しいとか、そういうことが入ってきます。体調不良とかね、経済的困難を表しています。損失、厳しさとかっていうのも表しています。なのでそのお相手の今状況に対して1枚出すことと、あとこれからの動きなんですが、革命を起こすよとは言われてるんですね。具体的にどんな動きになるのか、そして今課題に感じていること、ここについても補足もらっていきます。まずお相手のところ、総合的に1枚鎌のカードですね。そしてあとは先ほど言ったレボリューションに1枚、ここに1枚、ハートそして、ペンタクル10のところに1枚出していきます。ここも補足でねルノルマンをもらっていきましょう。お相手の心理的にはどうなのか、アンカーのカードですね。では見ていきましょう。まずここに女帝のカードが出ているということは、今そのお相手の目線でねここ出しているので、お相手の妄想、あくまでもね妄想ではあるんですが、あなたのことをすごく素敵な女性だと、異性ですね、見ている方が男性であれば素敵な男性だと、恋愛対象、まさにド本命ですね、ここに入ってきています。性的魅力もすごく感じているし、もうあなたしか目に入っていないよっていうのは伝わってきます。すごく魅力的な人だっていうのが一言でね入っていますね。ここシンプルにっていう風にねお相手がテーマとして掲げているので、もうそのままですね本命ですっていうことが入っています。そしてこのだけどもあなたの本心がなかなか見えない、どう思ってるんだろうか、お誘いしたら乗ってくれるのかなっていうことで、あなたとの未来やこの一晩お誘いするまでのその結果っていうのがまだわからないと、確信がないんですね。
すごく大きな存在なんですね。自分に寄り添ってくれる大きな存在なんだけれども、ここ反してお相手の方がネガティブなカードが入っています。自分じゃ役不足なんじゃないか、ね、自分に自信がないとか、こうだからっていうところにどこかで自分に理由をつけている。勇気が出てこない、今一歩踏み出す勇気がないということで、今の関係性ね、少しずつ距離を近づけていきたいっていうようなお相手のお気持ちが出てきています。まさに控えめの方っていう風に入ってきていますね。またあなたのことをその美の象徴だと思っているからこそね、純粋無垢な存在だからこそいいのかなって、自分が隣にいることいいんだろうかとか、あなたに夜のお誘いを持ちかけること、何かね汚れになってしまうんじゃないかとかね、そういうふうに聖なる対象として見ている可能性がありますね。まさにこの自分を受け止めてくれる器の広い方とか愛情深い方っていうふうに見てると思いますね。そしてやはり恋愛対象としてはすごく見ているし、だからこそっていうことで、自分にやっぱりあなたと並んで歩けるような勇気がないっていうのが出てきています。はい、そして今の課題点ですね。課題点、ペンタクル10で、これその夜の妄想、夜のちぎりシリーズで見ていけば、その長続きしていけるかどうか、つまりあなたをお誘いして一晩共にするときに体力的にどうかなっていうこととかもそうだし、その永遠とって長続きとか、その何度もっていうことも言われているかもしれない。このペンタクル5番は目に見える形での困難や厳しさとかを表していて、これがお相手の本心なんです。そして課題点としては逆にペンタクル10で、この繁栄とか永遠と続いていくっていうようなね、イメージを持ってください。これから2人で生み出して、これがずっとね永遠と続けていけるだろうかどうかっていうのがこの人の中の課題点なんです。そしてここもね合わせて見ていくと、やっぱり自信がないとか不安とか、お誘いしたところであなたを満足させてあげられるのかな、自分がってね、自分のこの技とか体力的な問題とか、その他のこともあるかもしれないんですがね、ここもね、そのペンタクルの、ナイトで自分がいかに体力強く勇ましくタフでいられるかどうかっていうことをかなりこの人の中で入ってると思う。ですがね、この人ね性欲強いので、その自分がね自信がないとかと思いながらもね、実は性欲たっぷりあってタフな方だと思うので、この方のね考えてること、不安に思ってることに対しては大丈夫なんじゃないかと思うんですね。あとも強いて言えば、その固いね約束、絆をあなたと交わし合っていけるのかどうかっていうこととか、あなたのことを満たしてあげられるのか、自分の意思は固く貫いていくことができるんだろうかとかね、そういうことですね。あなたと結びついた時に、2人が一つになった時に、それは果たしてどれぐらいの時間持つだろうかとかね、あなたをずっしりと引き止めておくことができるんだろうかっていうことがこの人の中のテーマ、課題として入っています。はいね、シンプルっていう風に出てるんですけど、だからこそシンプルなのかもしれないね。いろいろ考えてるから、足りないとか不安とかいろんなこと考えてるから、いろんなこと考えずにただシンプルに進んでいけばいいんだよっていう風にね、自分の中で考えて結果をね生み出してるのかもしれません。そしてじゃあこれから先どう動いてくるのかって言ったら、まず愛情を表すハートのカードです。そして革命を表すカードが出ているので、愛に向かうってことですね。愛情、真の愛情へ向かって、自分自身の心の声、愛情、あなたに対する愛情ですよ。あなたに向かって愛を告げに行くとか、型破りな方法とか、今までの2人の関係性をごぼう抜きというかね、段飛ばしで、一段一段行こうって思っていたんだけど、やっぱり5段ぐらいすっ飛ばしてあなたの元へ向かっていこうっていうようなね、大きな勇気を持つんじゃないかな、決めると思いますね。今まで勇気が出なくて誘えなかったとか、そうですね、
あなたがどうとかじゃなくて、とても素敵な人だからこそ自分でいいんだろうかって思っていた、そこからもう勇気を出してもう決めるんですよ。もう自分が行くしかないと、自分で行かなければ今行かなきゃあなたを失ってしまうってタイミング逃しちゃう、この愛をね伝えたいんだっていうことで、いつものお相手らしくないような状況、時間帯、勢いでやってくる可能性があります。革命ですからね。今までとは違うよって、ゆっくりペースだったものが急いでやってくるかもしれないし、今までまずは LINE やメールとかでやり取りしていたんだけれども、突然会いに来るとか、思い立った大胆な行動っていうのがこの方のこれからの近未来の様子、流れで入ってきています。いきなり告白っていう可能性もあります。そしてこの後ね、2人がこのお相手が動いていったことによって2人が新しい世界へ旅立っていく、新しい世界が始まるとか、感覚や気持ち、そして思考がクリアになって、よりすっきりした気持ちで未来へ向かっていけるんじゃないかっていう流れが出てきています。なのでここで多分ね、お相手思い切った行動、大胆な行動を起こすということは、やはりあなたと結ばれたいということで進んでくるんじゃないかって思っています。ただそこには愛情がたっぷりと入っているので、この愛情を肉体的関係で大きく強く伝えようとしているのかなというふうには出てきています。あとはね、この人の中の不安なことや今考えていることっていうのが、少し自信のないより系なので、じゃあどうすればこの人がね立ち上がってくれるのかなっていうところを見ていくと、あなたが何かすればいいのかっていうことがあまり出てこない。この人の中でも自分の中でもやるしかないんだっていうふうに思い立ったら行くんだよっていうふうに出てきてるんですね。それでもいや私何かできることないのかなっていうふうに思ってる方も何かいそうな気配を感じたので、ルノルマンから1枚もらっていきましょう。ではあなたがお相手に対して何か合図を送るとか、どんなサインを送ればいいのかなっていうことで1枚出していきましょう。ただあなたの本心が見えないっていうふうにお相手が言ってるんですよね。コウノトリのカードです。お相手に愛情をかけるとか、今でも十分かけてるよっていうふうに思ってる方もいると思う。だってここに女帝のカードが出てるから、お相手に愛情深く接してらっしゃると思うんですよね。広い目で見ているし、愛情深くお相手と接していると思います。その愛情がお相手の自信を上げることにつながっているので、どうぞあなたはあなたらしくいてください。そしてお相手があなたの本心が少し見えづらいということが出てきているので、だとすればあなたの方からもう少し心をオープンにしていくとか、はっきりと愛情表現を示していく、もう十分しているよっていうふうに思うかもしれないんですが、あなたはモテる人です。なのでもしかしたらね、自分だけじゃないかもしれないっていうふうに思ってるかもしれないので、あなただけだよっていうふうに、あなたとだけ一緒になりたいんだよっていうことをサインを送ってあげると、お相手も動きやすくなるのかなっていうふうには思います、すごくいいですね。ポジティブに進んでみてください。あなたの方からも飛び立っていく、動いていくといいんじゃないかと思います。優しく軽く行きましょうということで、あとはこの後ですね、あの人からのメッセージということで、お相手からのメッセージを伝えるとともに、あなたへのラッキーフード出していきましょう。さあこれを食べて元気いっぱい夏をね、お相手と乗り過ごしましょうということで、まずはお相手があなたに伝えたいこと、今あなたに伝えたいことでメッセージ、マーメイド&ドルフィンのオラクルカードから1枚もらっていきます。そしてもう1枚オラクルカード、シャドウキャットのカードを使った後にフードオラクル出していきます。お相手が伝えたいメッセージ、心の中を見てごらん、宝物が眠ってるよ、あなたの心の中を見せて、その光り輝いているもの、お相手に対する愛情ですね。まだ見えていない、これから見つけに行くんだけど見せてくれると嬉しいなっていうことです。お相手がパカッと宝箱を開いたら、そこにあなたの温かい愛情が眠っている。あなたの心の奥底まで潜って見に行くから、どうかその優しさ、温かさ、愛情っていうのを
見せてほしいなっていうメッセージですね。そしてシャドウキャットからももう少しもらっていきましょう。宝箱が眠っている。とってもそれは豊かなもので、もうすぐねそれを開ける時がやってくる。お相手がね開けに行くよっていうことですね。さあ宝箱の鍵を渡してください、または開けておいてくださいと。はい、シャドウキャットのカードをもらっていきましょう。大事な用事、何か急いでいる様子、急いで開けに行きますね。あなたの心に潜っていきます。あなたの大事なところにお相手がこれを開けに行きますよっていう風に伝わってきますね。急いで来るんじゃないかなっていうのも感じられますね。もう少しもらっていきましょう。これもね絵柄が伝わっていますね。罠です。だけどお相手が急いでいるっていうこと、そして何かから逃げようとしていたり避けようとしていたりしている。さあもう少しお相手からのメッセージをもらっていきましょう。ゴシップ、噂になるというカードですね。まずワーナーと出てきていますが、これは、プレゼントを用意しているというね意図も入っています。お相手の意図、またはあなたの考えがやはり見えないよってことは伝わってきていますね。ここね、そうですね、このお相手からしたらあなたの考えていることがまだ明確に見えていない。だからあなたをお誘いしたいんだけど自信がない。だけど動いていくよって、プレゼントを用意する、あなたの喜ぶものを準備しようって思っている。なので大事な用事というのはこのプレゼントっていうことですね。まずはあなたの気持ちを探っていくために早めに対策を練ろうとか、早く動こうとかね、焦っているところもあるのかもしれないですね。マイペースな方のように見えるんですが、それなりに自分なりにアピールし続けているよっていうこと、そろそろねこの愛情を大きく伝えたいなっていうことで、これがねとても大事なことです。あなたの気持ちを知ることと、あとあなたに対して喜んでもらうためにはどうしたらいいかなっていうことを考えて、それを具体的な行動に起こすよっていうこと、これが大事な用事。そしてじゃあその大事な用事は何なのかって言ったら、宝箱を開けること、あなたの心の中の声を聞くことだよっていうことですね。そしてこちらのゴシップ、周りが何と言おうとも自分の道を歩んでいくんだよっていうことですね。対人関係のことに対してはカード出ていないので可能性としては低いんですけど、周りのことを気にしているっていうこともね多少入ってくるかもしれないんですけど、ここで革命のカードが入っているので、周りがたとえどんな状況であったとしても自分の愛を貫きに行くんだっていうのはもう出てきているんですね。周りからどんな風に見られようとも自分は自分の道を行くんだとか、そう周りの噂話やそして誘惑に負けずにここ一直線に向かっていくっていうのがお相手からあなたに伝えたいメッセージです。そしてお相手の今のね妄想のテーマとしてはシンプルに。ではここまで見ていったので、ラッキーフードをもらっていきましょう。こちらラッキーフードを見て、お相手とのこの夏ね盛り上がるためのラッキーフード、そしてお選びいただいたオラクルカードから好転アドバイスをもらっていきましょう。いやでもハートのカード出てるからね、すごく素晴らしいですよね。はい、ではフードオラクル見ていきましょう。はい、大豆です。ソイビーンのカード、そしてチャクラとしてはルートチャクラなので一番ね第一チャクラなので、そのお尻のね一番下のあたりですねのカラーです。なのでこのあたり本当に体力とか活力とかを表すところですね。生命のもう基本となるような場所のエネルギー体を表す部分なので、今ここの、強さ弱さバランスが取れてるかどうかっていうのを今一度見てみてください。生命力活力なのでね、夜のちぎりパワーとも言えるかもしれません。情熱的な夜を過ごしたいっていうねお相手の気持ちも伝わってくるんですね。かなり大きく動いてくることと愛情があるっていうこと、そして実は自分は性欲強くてタフだよってことも出てきているので、そんなね夜になりそうな気もします。
大豆なので、こちらのフードオラクルのガイドブックを使って、見ていきましょう。この大豆を摂取することによって第一チャクラを高めることができます。グラティチュード、感謝、そばにあるもの、波動が高まる。メッセージです。大豆は加工されて味噌や醤油、豆腐など多くの食品を作り出し、古くから私たちの食生活を支えています。いつも当たり前にあることに深く感謝すること、幸せな波動が高まり、ありのままのあなたを取り戻せるでしょう。大豆は体にいいエネルギーを与え、心も体も豊かに満たしていきます。こちら畑の肉の別名がある通り、植物性タンパク質が豊富な食材です。大豆を摂り、そしてぜひね、心も体も健康的になって、そして感謝する気持ちを伝えていきましょう。深く感謝すると幸せな波動が高まります。ぜひ大豆を取り入れ、この夏ね、お相手と暑い夜を過ごすぞっていうね、気合を入れてくださいということで、こちらお選びいただいたオラクルカードです。こちら、あなたが望むものを追いかけて OKっていう風に出てますね。あなたの欲しいものを狙っていいよって、釣り上げようっていう風に、もう積極的に動いて大丈夫っていう風に、自信持ってねっていう風に出てきています。何も不安に思うことはありません。さあ今狙いを定めてお相手をゲットしていきましょうっていうね、そんなね、力強いカードが入っていました。今回は夜の妄想、夜のちぎりシリーズ、あの人の真夏の願望、あなたとどんな夜を過ごしたいのか、そしてお相手が伝えたいメッセージ、そしてあなたへの好転アドバイスもお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の夜の妄想、夜のちぎりシリーズスペシャルでお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜の妄想、夜のちぎりシリーズのスペシャルです。真夏の果実祭ということで、連投してこのシリーズを行っていきます。本日のテーマはあの人の真夏の願望ということで、あなたに対してどんな願望、妄想を抱いているのか、そしてあの人からのメッセージをお届けしていきます。よろしくお願いします。まずはカラーカードとオラクルカードを使って、あの人の今のテーマをもらっていきましょう。あの人があなたとどんな一夜、どんな夏の一夜を過ごしたいと思っているのか、カラーカードでまずイメージもらっていきます。はい、1枚もらっていきましょう。ラベンダー、心と体と魂をつなげる、つながりたいと、はい、出てますね。そしてあなたって今感じるんですが、香りを気にされていたりとか、ね、そして香水をつけたりとかされている方もいるかもしれません。ボディクリーム、ハンドクリーム、そしてシャンプーなどね、香りのするものにこだわりがある方かもしれませんね。そのあなたから発せられる香りがとても魅力的っていうのが伝わってきます。はい、そしてこちらからももらっていきましょう。さそり座のカードです。もうなんとね、こうね、魅力的と言いますかね、そんなカード1枚、情熱、そしてね、さそりといえばね、さそり座のなんちゃらというようにね、とてもお色気のようなねイメージを感じますね。魅惑的と言いますか、セクシーと言いますか。そしてあとこちらのねカードからお相手のテーマ、今のね願望のテーマね、もう一言で表してもらいます。このカードが今日のキーポイント、大きなキーワードです。はい、こちらのねマジックワードスイーツのオラクルカード、これ伏せておきます。後で見ていきましょう。この2枚でもうお相手の今あなたに対する妄想が現れていますね。本当にさそり座っていうのは魅力的な
っていうのがね入ってくるんですね。そして同行してしまったらもう執着とか嫉妬っていうのが出てきやすいっていうのがこのメッセージで入ってきてるんですね。それほどまでに深くあなたに虜になっていて思いを馳せているんじゃないかなって思うのと、そして心も体も一つになりたい、どちらか片方だけじゃダメなんだっていうのが伝わってきますね。そしてあなたにねもう魅了されてるっていうことも出てきているんです。あとはこちらですね、お相手の今回ねテーマとなっているものを一言で見ていきましょう。ドキドキしますね。大きなポイントのカードです。大丈夫、実りのクグロフ4種のナッツを乗せて何かね大丈夫だよって自信に満ちているような一言、それはあなたに対して大丈夫だよっていうふうに声をかけたいのか、それとも自分自身大丈夫うまくいくっていうふうに信じているのか。お相手の今宵のテーマ大丈夫です。今までやってきたことがこれから成果実りを迎える時がやってくるというねメッセージのカードです。だから今なんだっていうふうにお相手が思ってるのか、この夏絶対あなたとつながりたい、心も体も一つになりたいってことをね強く願っているように感じます。ではここでタロットカードを使って8枚カードを出していきます。こちらからお相手視点です。お相手から見たあなたがどう見えているのか、そしてお相手自分自身のことをどう思っているのか、あとは今これがお二人のね課題、またはお相手が自分の中で不安に思っていることあるのかどうか、そしてこの後近未来お相手はどんな動きを出してくるのかっていうところも出していきます。お相手目線のあなたはどう見えているんでしょうか。アウェイキングのカードです。いわゆるジャッジメントですね。そしてお相手の夜の妄想で見ているので、夜あなたと肌を重ねる時っていうことを妄想して合わせて見ていっています。これはワンドのページですね。お相手が年下さんっていう可能性もあるかもしれません。忍者のカードですね。どうでしょうね。もう少し見ていきましょう。お相手から見たあなた、ワンドの5番です。そしてお相手の本心っていうところで見ていきます。そう、こちらがね力のカードですね。ストレングス、はい、獅子はいないがとても美しい女性のカードが描かれています。自分の心の中はもうすでに決まっているんだという言わんがばかりにね出てきていますね。もう自分を制しているとか、精神的に卓越しているとかね、技を磨き上げてやってきているとか、そういうことも感じます。そしてこれが今お相手から見た課題点とか不安に思っていることです。カップの4番。そして近未来どんな動きを出すのか、ペンタクルエースです。いいですね。すごく幸運を表すカード、そしてこちらがね最終的なアドバイスカードだったりとか、近未来の流れに対して出しているカードがソードの5番っていうことで、ここがね少し対立とかを表すカードなんですね。戦いです。しかもそれは勝敗を表す、勝ち負けを表すようなカードでもある。そうですね、この今自分で感じている不安、課題点っていうところで日常のことに対して不満があるぞと、はっきり言ってしまえば何かこう不満があって溜め込んでいると、溜め込んでいるのはエネルギーかもしれないですね。この方のねちぎりのエネルギーを溜めているかもしれない。うまく発散できていないってことです。現状に満足できていないって、だからもっとちょうだいっていうことを言われてるんですね。お相手のあくまでもねお相手の妄想で目線であるんですね。お相手目線でお話を進めていくと、自分はこれあなたとのちぎりにね勝ちたい、ちぎりを交わしてあなたと一つになっていって、そしてこの自分の願望ですよね、そこに打ち勝ちたいんだと。その何が勝つ負けるとかではないんですが、自分の願望を叶えて、そして自分の欲望にね勝つというか、欲望を達成させるんですよね。あなたと一つになりたいっていう願望を今の状態だと満足できているような関係性じゃないから、だから
もうこのチャンスを逃したくないとか、いいことあればいいなって思ってるだけじゃなくて、自分でも約束取り付けに行くんだと、自分の気持ちは固いものであって、勝利へ向かってもうすでに心は決まっていますと、絶対自分は負けるはずがない、たとえそれがあなたとの夜のね、その体力勝負、気力勝負っていうところになったとしても、自分が制するんだと、そんな強いお気持ちであなたを抱きたいって思ってるし、あなたもかなり好戦的というかね、ワンドの5番が出ています。負けずと頑張って立ち上がって、私やっていきますよっていうようなね、そんな気合の入ったカードが入っています。お相手が見るあなたなんですね。まず一つはジャッジメントのカードが入っていて、目覚めとか立ち上がるとか、もう一度再び復活するっていうのがあるので、プラスこれがお相手から見るあなたの心の中のあなたなんですね。戦ってるんですよ。つまり手強い相手なんじゃないかと。夜の相手としてはあなたはとてもタフで、何度でも立ち上がることができ、そして全ての決定権を持っているかのような、それぐらいね強い存在であり、なおかつただ見ているだけではなくね、受け身だけではなくて、自分から立ち上がって戦っていく強さもある、勇ましさがあるということで、かなりタフな人っていうのをっていうふうに見ていますよ。なので自分もいや全然自分負けませんからねっていう風に出てきてるんですね。いやその私だって美しさとか凛としたこの華やかさ持ってますからっていう風に、負けないよ、自信持ってるよっていう風に出てきます。絶対あなたと一緒になって同じ喜びを分かち合いたいんだとか、いや私もね長い間忍耐強く取り組んでいく姿勢を見せますよって自信があるっていうのが入ってきますね。そしてワンドの、ページ3のカードも入ってるから、挑戦受けて立ちますよっていうことで、かなり熱戦されるんじゃないかなって、熱い戦いを繰り広げるような、本当に真夏のね燃え上がるような一晩を過ごされるんじゃないかなと思っています。そして今その2人の関係性っていうのも見ていても、忍者のカードで、じゃあ今の現状って激しく燃え上がってるんですかって、目に見えて激しく燃え上がってるようなラブラブな関係性なんですかっていうと、ルノルマン出しましょう。あなたがやる気であればこちらも受けて立ちますよっていう姿勢は見せてくれていますね。そしてこれからいいことあるよってお相手から動くというより、物事が動き始めていく、ただ妄想するだけじゃなくて形にしていくんだよってことが出てるんじゃないかなと思います。ルノルマンのムーンのカードはロマンチックっていうのを表している。で今は見えないけどでも形にしていきたいんだよっていうお相手の動きですね。しかし自分が動いていくのはもちろんそうなんだけど、やはり好戦的なあなたでいてほしいっていう気持ちもあると思う。パチパチっとね燃え上がって、情熱のままねなだれるようにね結び合っていくようなのを妄想されているので、プラスロマンチックですよ。ロマンチックで情熱的な夜を妄想しているので、まさに今の現状だと物足りないんだよねとか、日常退屈だとか不満っていうのが出てきてる、この通りですね。これが今のお相手の不安に思っていることや課題点なんですよ。何か刺激を取り入れたい、刺激的なものが欲しい、今の関係性じゃ満足じゃないから情熱的なものにしたい。じゃあどういうふうに動くのか、あなたの方からも動いてきてほしいということは思ってると思います。あとここのソードの5番ですね、いわゆる対立を表すカードではあります。だけども今回ここかなり好戦的にね出てるので、お互いが、激しい夜にしたい、熱い夜にしたい、燃えたいってことが出ているから、じゃあここはどういうふうに取っていこうかなっていうことで、こことここに1枚ずつカードをもらっていきます。まずお相手の近未来の動き、家のカードです。はい、お互いの家に行ける関係性であれば家、もしくは建物ですね。落ち着く場所、室内じゃないですかね。そしてガーデンのカードですね。ということは、まず近未来の流れです。建物の中で愛を育みましょうっていうことが出てきています。
まず実現するんじゃないかと、もうすぐ実りが待っていますよっていうカード、大丈夫っていうカードで、お相手の方からお誘いがあるとか、あと力強い自信がつくような一言があると思う。もちろんそのままお声掛けがあるとか、二人きりになれるチャンスがやってくるとか、デートの機会があるとかだと思います。で、確信するんだと思いますよ、お互いが。もう間もなく私たち結ばれるって。結ばれるっていうのは身も心もね、魂も結ばれる、そこから始まっていくんだっていう、この始まりの一晩をね経験するっていう近未来が出ています。場所は室内、どちらかのお家、お部屋、または建物の中ですね。またロマンチックな建物っていうイメージが入ってくる。2人の愛情表現するのにぴったりな場所っていうのがね入ってきます。ロマンチックなね月のカードも入ってるので、お誘い、デートのお誘いとかガーデンも入ってますから、人がたくさん集まるような場所でデートする、かつロマンチックな場所、夜景が綺麗なところとか遊園地だったり、夏といったらこれなので花火大会とかね、夜華やかな場所、建物がある、建物の中に最終的に2人で入っていって、そこで体を重ねるんじゃないかと。あとはこちらですね。じゃあその後どうなっていくのっていうところで見ていくと、ガーデンとソードの5番なので、人の行き来がありそうな感じ。そうですね、人のたくさん集まる場所や、そうですね、人脈、交流盛んになっていくっていうねガーデンと、こちらもね勝ち負けを表すようなソードの5番が入ってるので、悪いことあるんですかって言ったらそうではないですね。なぜだったらここのどこにもネガティブなカード、確かにお相手のこの今ね課題だなと思ってるところに現状不満だよってことは出てるんですけど、それ以外のところではマイナスなカード出ていなくて、例えばね2人が喧嘩してるとか、お相手がすごく落ち込んでるとか、そういうことがないので、この現状を抜けていくためにこう新しいチャンスというか、デートがあるとかお誘いがあるっていうのが必ず入ってくるので、その時にパチッと決めるぞっていうのが出てきています。じゃあその後っていうのはこのまとまりじゃないかな。お相手が嫉妬深い方なのであれば、かなり束縛っていうところが入ってくるかもしれません。寂しがり屋で一人になりたくないとか、連絡はまめにしてほしいとか、きちんと交際っていうところまで話を持っていけるのかどうかっていうところが、ここがねこれから先の近未来の問題、流れっていうところで入ってくるかなと思います。ソードの5番っていうのはもともとプラスなカードではないので、この幸運を手にした後っていうところで、じゃあこの後ね何度もデートを重ねていくような流れにはなるんだけど、そこできっちりと交際するとか、恋人同士とか、また今現パートナーであれば、じゃあこのパートナーとしてねこれから仲良くやっていくためにってことで、さらにね仲良くやっていくための方法を2人で編み出していくんじゃないかな。これがポイントですね。あなたにも今言えていることだと思うので、2人で一つにまとまっていくっていうのを意識されるといいと思います。はい、ということでお相手があなたに伝えたいメッセージを出していきましょう。まずマーメイド&ドルフィンのオラクルカードから1枚お相手からのメッセージということで出していきます。こうやって見ていくと、お相手の永遠とあなたと愛し合いたいっていう気持ちが入ってきますね。ずっと一緒にいたいってことが強く入ってくるから、もしかしたら本当に愛情深いイコール、それは嫉妬深いとか心配性っていうところまでいっちゃうぐらいね愛情深い方なのかもしれません。そしてシャドウキャットのカードからも出していきましょう。まずはあなたはどうしたい、あなたがいいなとか心地いいなって思うようなことを教えてよ。そして決めて、あなたが決めて、そしてあなたがどうしたいってことを教えてくれたら、私も決めて動いていくよっていう風に言われていますね。これがお相手からのメッセージ。もう少しシャドウキャットからもらっていきましょう。歓喜のジャンプ、イエス。
イエスって言いたいし、イエスって言ってほしい。ここね、あくまでもどちらが優位とか優劣をつけるわけではないんですが、やっぱりお互いがね、暑い夜を戦い抜きたいっていうようなお相手のね、妄想が強く出てきているので、やっぱり受け身だけじゃなくてね、お互いがやっぱりイエスって言い合いたい。あくまでもイーブンなんですよね。お互いがっていう風にお相手は強く思っています。自分だけがじゃなくて、あなたもだし自分もだしっていうことで、イエスって言ってほしい、言いたい、はっきりと口に出したい、無力感。もう喧嘩とか取り合いとかそういうことはしたくないし、見たくない。もう自分のものだけにしたい。取り合い、三角関係とかになりたくなくて、自分の夢目標っていうのはあなたとつながることに向かって飛び立っていきたい。もうこれなんだって、決めたんだって、決めたから動くんだ、イエスだからイエスって言って。そして自分自身のことをもう嫌いになりたくないし、あなた自身にも同じことを言えてる。あなたとお相手は対になっているような関係性だから、この魂も心も体も魂も一つになるっていうカード、ラベンダーのカードも出てるし、自分が元気だったらあなたも元気、あなたが悲しいと自分も悲しい。だからお互い嬉しい気持ちになって、これを共有したいっていう気持ちがすごく強い。自分だけがとかあなただけがじゃなくて、お互いがってところを強く思っている。だから自分のこと嫌いにならないで。もしあなたが自分のことを責めるようなことがあったら、私も悲しいよっていうふうにお相手が思ってる。もう何もできないあの頃の自分は嫌なんだと。そしてもうあの頃のあなたは嫌なんだっていうふうに自分のことを責めないで。過去のことが少し入ってきます。だからお二人の間で過去にいろいろあったのかもしれません。あなたの方で過去を振り返っていてね、少しあの時ああすればよかったな、こうすればよかったなって思ってとどまっているところもあったかもしれない。そして自分のこと嫌いになりそうな瞬間、もうね、そういうことをやめようって、これから上に向かって空に向かって手を伸ばしていこうって、あの頃がこうだったとかそういうことはやめようっていうのがお相手が伝えたいあなたへのメッセージですね。あなたにとってこれから先良い近未来の流れっていうのがやってくるので、それをぜひお相手と共に過ごして大丈夫ってお相手がここで出してきてくれてるので、今回の大きなキーポイントです。この1枚がね、大丈夫っていうカードが。そして今までのお相手目線でもお伝えしたし、お相手が言いたいことっていうのもお伝えしていきました。もうここは喜びのジャンプをお互い飛んでいこうっていうこと、そしてお選びいただいたオラクルカードと今から出すフードオラクル、こちらからお二人が燃え上がる夜をね過ごすためのラッキーフードとメッセージもらっていきましょう。これを食べて元気いっぱい燃え上がる夏の2人の夜を作り上げていくんだっていうね、背中を押してもらえるようなカード1枚もらっていきましょう。ラッキーフードです。はい、こちらですね、1枚味噌ですね。そしてこちらが、インディゴブルーのカラーが入っているので、第6チャクラを表します。サードアイ、直感力を表すところですね。このチャクラのバランスが今高まっていたり弱まっていたり、バランスが取れていないのかもしれない。なので一度このサードアイチャクラのところを見直してみてください。直感にさえ渡っていない、つまりは思考が固まってしまうとか、頭痛がするとか、眉間、特にね目元、眼精疲労もあるかもしれません。あとは余計なものを見すぎていてネガティブな思いになってしまったりとか、考え込みすぎていてなかなか動けないとか、そういうこともあるかもしれないですね。なのでね、今体の症状として現れている方はここのチャクラが弱まっている可能性があるので、この味噌がねラッキーフードでここの部分のチャクラを持ち上げてくれるんです。思考力アップ、直感力にさえ渡ることができる、決断することができるっていうことにつながってくるので、ぜひこのサードアイをね意識されてみてください。そしてこちらのフードオラクルのガイドブックから抜粋してメッセージをお届けしていきます。味噌、はい、こちらですね。必要なもの、魂のエッセンシャルワーカー。メッセージ、目には見えないけれど大きな仕事をしている存在。微生物は私たちにとってそんな役割をしています。味噌汁を飲むと
ほっとする感覚は心と体や魂にも必要なエネルギーをもらっているからです。見えていなくてもあなたに安心を与えてくれているものこそなくてはならない存在なのです。味噌は日本人に欠かせない調味料であり、栄養豊富な大豆発酵食品としても知られています。味噌汁に野菜や海藻、きのこ、豆腐などたくさんの具を入れることでビタミン、ミネラル、タンパク質が一度に摂れます。最後に味噌を溶き入れてから沸騰させないようにすると風味よく仕上がり、熱に弱い酵素も生かされます。はい、ぜひねお味噌取り入れていきましょうということでね、このなんかこう聞き覚えのあるメッセージが入ってきた。そう、このお相手の最初にこうテーマとして出していたこのラベンダー、体と心と魂をつなげる、ここが一致してるんですよね。やはりね2人は対になっているっていうふうにお相手が感じてるんじゃないかなと思いました。今あなたに必要なメッセージっていうのも心、魂、そして体を一つにしていくことだよっていうふうに言われていますね。大丈夫、そんなお相手のメッセージも入ってきています。そして2番さんお選びいただいた選択肢、こちらはですね、流れに身を任せる、そのままですね。はい、レッドイットフロー、流れに身を任せる、そして流れを止めないで、または急に押したりとかもせずに、この自然の流れに身を任せてゆったりと構えていましょう、ね、ゆったりとした心で過ごしましょう。そんなメッセージです。ただね、このお選びいただいたカード、これと相反してお二人の夜ね、どんな風に過ごしたいのかっていうお相手の妄想はかなり熱いものでした。だからこの流れにね身を任せましょう。お相手の妄想通りになりそうな近未来の予感がしました。こちらのメッセージもぜひお受け取りください。今回は夜のちぎり、夜の妄想、真夏の果実祭りということでスペシャル編お届けしています。今回はあの人の真夏の願望をテーマにお届けしました。スペシャルなので連投して夜のちぎり、夜の妄想シリーズ投稿していきますので、よろしかったらまた次回もお楽しみにしてください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではこちら3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回は夜のちぎり、夜の妄想スペシャルということで、真夏の果実祭り、果実祭ということでスペシャルテーマでお届けしていきます。本日はあの人の真夏の願望をテーマに見ていきます。こちらのシリーズ、今回夏のスペシャルということで連投して動画を投稿していきます。まずはあの人の願望、今ねこの夏どんな一夜をあなたと過ごしたいと思っているのか、まずはカラーカードで1枚、もらっていきます。その後にオラクルカードも出していきます。どんな妄想でしょうか。はい、あの人の、一夜はすごいインディゴ藍色ね、なんか宇宙ですね。明確なビジョンを手に入れる、なんかね考え事をしていてすっきりしたいとか、こう溜まっていたものを早くすっきりさせたいんだとかね、また実現化させるためにもうすでにね未来は明確に計画を練っていますとか、どうすればいいっていうことがはっきりと見えているのかもしれません。このお相手ね、まさしく宇宙銀河のカードが出てきていて、夜ですね、あなたに会いたい、夜の妄想ちぎりで銀河のカードですね。もう少しねオラクルカードもらっていきましょう。こちらはどうでしょう。はい、ルナ、そう月のカードですねかわいいですね。すごくロマンチック。あなたのことを早く会いたいんじゃないかな。中にはなかなか会えない、そうですね、すぐに会えるような関係性じゃないよっていう方もいるかもしれない。すごく愛情を注いでらっしゃるんじゃないかなと思うんです。お相手があなたに対して月のカードが出てくる。常に自分のそばにいてくれる人とか、それはとても神秘的で美しく満ち欠けするものですよね。月っていうのは中にはあなたの感情がその時々によってねよく見えないとか、すごく愛情を感じる時もあればそっぽ向かれちゃうような、そんなねもどかしい気持ちにもなるとか、そういうことも感じられます。そしてもう
どちらもそうなんですけど、心の声とか直感っていうところに対して働きかけているので、もうそのお相手の中で感覚的にあなたなんだっていうふうに思っていたり悟っているところがあるのかもしれない。そしてお誘いするんだったら夜なんじゃないかなっていうのがね、ありますね。肌を重ねるあなたを呼び止めるんだったら夜に会いたい、早く会いたいな。そして本心を尋ねたい、伝えたい、満たしたい、満たしてあげたい、満たされたい、そういうことも入ってきます。そしてこちらが今回のリーディングの大きなキーポイントとなるマジックワードスイーツカードです。これが今のお相手の妄想のテーマとなる1枚、大きな1枚です。はい、こちらですね。ここから1枚もらっていきます。これはかなり大きな1枚ですよ。見ていきましょう。テーマです。ミラクル連発、天使のスフレパンケーキ、奇跡がこれから何度か訪れるよっていうことがね、お相手の今宵の妄想のテーマですね。いろんな奇跡を期待していたり、願っているんですよね。奇跡なので自分で起こすようなものではないんですよね。これから奇跡のような出来事が起こりますように、だからそれを見逃さないように直感を張り巡らせているのかもしれない。常にアンテナを張り巡らせておいて、いつどこでどんなチャンスが訪れても対応したいなっていうようなお気持ちがあるんだと思います。ではここからタロットカード8枚出していきます。こちらのタロットカードを使ってお相手目線で出していきます。お相手から見たあなたの様子、そしてお相手自身のこと、今お相手の本心とか、そして課題に感じていること、近未来お相手自身は動こうと思っているのかどうか、そしてその後どうなっていくのかっていうことを見ていきます。はい、お相手から見たあなたです。ワンドのエース、そして自分のこと、自分自身は助教皇、そして今の2人の関係性、ソードの4番、ここ小休止のカードですね。お相手から見たあなたの本心付き、お相手の本心、ワンドのナイト、そして現在の課題となるところにペンタクルクイーン、そして近々お相手からの動き、ソードの3番、そしてその後の流れとしてワンポイントアドバイス、ペンタクルのナイト、この8枚で見て、そしてあとは、オラクルカード、申し訳ありません、ルノルマンカードを使って補足出していきます。まずそうですね、今ここお互いの関係性が止まっている、休止しているってところがあって、中には距離があって離れていてなかなか会えないってことを表しているのかもしれないし、またどちらかが今そうですね活発的ではないのかもしれないし、また横一線状態かもしれませんね。その会えないとか喧嘩してるとかじゃないんだけど、ずっとこう横ばいのまま、友達のままとか同じ会社の人のままとかね、いつまでも関係性が横ばいっていうことを表しているのかもしれないですね。そしてお相手から見たあなたっていうのが、まずここワンドのエースが入っているので、自分から活発的に積極的に動こうっていう風な様子っていうのがお相手の目線に入っているので、あなたの動きや考え方、思いがあるっていうことは伝わっているし、感じられると思います。元気のある方だなっていう風に思っているし、そしてあなたの情熱とかっていうところにも心動かされるところがあるんだと。だけどもあなたの本心っていうところは何を考えているのかちょっと分かりづらい。同じ月のカードがここに出てきていますよね。決してね本心が見えないっていうわけではないんですよ。見えない中にも自分の芯を持っていたり、また同じく直感を表すようなカード、そして夜のちぎりで今見ているので、このテーマに合わせて見るのであれば、あなたがとても陰の力を持っているってことですね。直感力だったり受け止める力だったり、女性性が強い方っていうのが現れているかなと思います。一方で本心がなかなか見えないってことも同時に表しています。またカリスマ性があるってこともお相手の方からの目線で入っていますね。関係性は横一倍、
変わらずな関係性っていうのが入ってくるかな。もしくは止まってしまったってこともあります。一時休止なので休止になっている。自分自身のことはじゃあどう思ってるのかって言ったら、心の中はワンドのナイトなので攻め込んでいきたいんですよ。暴れちゃいたい、本能のままに突き進んでいきたい、そんなね元気いっぱいなカードが出てますが、今のこのお相手の考えてることっていうところは助教皇のカードなので、これそのあなたに合わせてるんじゃないかなっていう感じがしたんですよね。あなたの動きに合わせているとか、失礼しました。ムーンのカードと助教皇のカード、結構ね月のカードが多いので、あなたに虜になっているっていうのは多分一貫して同じように入ってるんじゃないかなと思うんですね。見えないだからこそ気になるとか、本心覗いてみたいな、もっと知りたいなとかね、あなたの中に深く入っていってもっといろんなこと話したい。だけど関係性としては止まっているからどうしようかなっていうふうに考えてるし、本心ではすごく動きたい、もう自分で突き進んでいきたいっていう勢いがあるんだけど、どうしてそれを思考的に抑えてるのかなっていうところがあります。そのどうして抑えてるのかなっていうところの原因としてはペンタクルクイーンだからです。まずペンタクルのクイーンに補足1枚もらっていきましょう。鳥のカードですね。コミュニケーションを表しています。コミュニケーションが今一時停止しているから育んでいけていない、何か障害があるとか、自分の中でそう感じてる、お相手目線でここを感じてることです。もっとお話上手に交わしたいとか、円滑にとか、もっとねいろんな話をしたい、たくさんいろんな充実したいお話をして気持ち満たしたりとか満たされたりとか、もっと話題豊富に話しかけに行きたいんだけど、いつも一辺倒な会話しかない、例えば挨拶程度で終わっちゃうとかね、なんか空振りしちゃうとかね、そんな感じですね。お相手も表面的にはちょっとすまし顔でね通り過ぎてみたりとかするんだけど、本当は豊かにね色づけていきたいんだけど、なかなか色つかないなっていうところで、ここがね課題として入ってるかなと思います。じゃあ近い未来この人何か動くのかって言ったらソードの3番なので動かないんですよね。積極的に動きたいんだけど、動いてあなたの本心が見えないから、本心見えない相手に対して本心見えないから、見えなくても当たって砕けろ精神で動いてみよう、お誘いしてみようっていうようなね、そんな気持ち勇気っていうのが出てきていなくて、やっぱりいろいろ考えちゃって、そこから本能のままに動けないんだっていうのが出てきています。ここ1枚出します。はい、家のカードですね。受け入れてもらえるんだろうか。自分があなたをお誘いしたら、今こんな関係性なんだけど、例えば動いていないとか、ずっと同じ関係性が続いている、そこを動かして関係性を、変えていくために会話不足っていうのが出てきてるんですよ。まだまだ育んでいけていない関係性っていうことについて、ここ課題っていうふうに思ってるので、この状態から一気に物事を進めて、そこであなたは受け入れてくれるんだろうかっていうことです。この並びを見ていると、まだ関係性が浅いとか、これから始まっていく感じとか、またはずっと友達とか会社の中の人っていうところで止まっているとか、あとはもうそのまま一時休止なので一旦連絡取り合っていませんよっていうような関係性かもしれません。何かね間、空白、また2人の間を壁っていうところを感じるので、目には見えない壁なんじゃないかなと思います。もう少し育んでいかなければっていうところが入っていますね。なのでここのペンタクルのナイトで、
そのマイペース、ゆっくりなんだけれども確実に進んでいこうっていうような流れになっていくんです。ここは現実的に物事が動いていくカード、動かしていくカードなので、頭で考えていて心のままに動けなかった。で、心としてはものすごくね、もう闘牛のように早く力強く動いていきたいんだけど、ちょっとこれを抑えて一歩一歩ゆっくりと歩んで関係性を育んでいこうかな、またはこの空白の期間を埋めようかなとか、距離を縮めていくとか、一歩このね横一倍のこの関係性を少しずつ深めていこうかなっていうような流れになっていきます。なのでこの燃え上がる夏になるのか、間に合うのか、夏に大きな動きをドンと出すのかといったら、落ち着いてゆっくりと育んでいこうかなっていうところがお相手の考えとして入ってきています。そして自分の心の声に耳を傾けたいっていうね、お相手のこの妄想としてもそうなんですね。未来期待しています。すごく明確なビジョン、直感力をさえ渡らせ、そして受け取りたい、チャンスを逃したくない、自分の心の声に耳を傾けたい。今はまだ一人で奏でる夜っていう感じがしますね。だけどあなたに合わせているっていう感じはします。あなたはどうでしょうか。あなたが今お相手に何かしてあげられることあるのかな、どうすればいいのかなっていうことで1枚カードを出していきましょう。ルノルマンからアドバイスカードもらっていきます。あなたがお相手に対して今どんな動きを出していけばいいのか、1枚出していきます。チップ、船のカードです。もう過去のことは振り返らず、明るい未来へ向かって旅を始めましょう。はい、航海の旅に出ましょう。大きな空、大きな海に向かってあなたは今進む。それをイメージしてください。今まで怖くて動けなかったとか、明るい未来をね想像することができなかった。だけど今の私はもう動いていけるんだって気持ち切り替わったよっていう方もいるんじゃないでしょうか。今あなたも進み始める時です。ではお相手からのメッセージもらっていきましょう。お相手が今あなたに伝えたいこと、マーメイド&ドルフィンのカードからまず1枚出していって、シャドウキャット出していきます。お相手があなたに伝えたいこと、今はねあえてねこの関係性を維持しようっていうような気持ちというか意識的に働いているところがあるんじゃないかな。関係性を崩すよりだったら、徐々に仲を縮めていってっていう風に計画を立てているんじゃないかなと思います。なのである一定のこの距離感のある2人っていうのを感じます。はい、お相手からのメッセージいいですね。すごく素敵。そして、もうすぐね助けがやってくるだろうとか、助ける道が助かるというか、明るい先ですよね。明るい未来へのヒントが見つかるよっていうことだから、手を差し伸べてねっていうようなメッセージ。そしてシャドウキャットからももらっていきます。私どうすればいいの、失礼しました。私どうすればいいのって今ねこのリーディングを見ていて思ったかもしれないですね。お相手がこう動いてこないかもしれない。この夏にはね、真夏の動きとしては妄想はしていることはあるけれども動いてこないかもしれない。そしてあなたに合わせてるかもしれない。私とか、あとそうですね、あなたの本心がなかなか見えないとかってお相手から見えているし、何か休止しているっていうカードも出ていて、私どうしたらいいのって思ったかもしれませんねってこのカードが言っています。なのであなたも願いをかけてください。どんな未来を作り上げていきたいのか、どんな未来をお相手と歩んでいきたいのか、手を差し伸べてください。もう間もなく助けがやってきます。お相手の方が動いてくるのか、チャンスがやってくるのか、不公平。お相手の伝えたいメッセージです。これもチャンスをつかむっていうね、手を差し伸べてるカード、このミラクル連発とも近いですね。そして痩せ我慢、今はこの時じゃないんじゃないかと自分を抑えてるんだよっていうね、そんなカードが出てきています。
やはりこのミラクル連発とチャンスをつかむっていうカードは、ここは同じ意味を表していて、このチャンスがあったら飛び乗っていきたいし、この変化、明るい未来に向かって自分が飛び移っていきたい、手を差し伸べたいっていうところはずっと変わらずにあります。だからあなたも手を差し伸べてほしい。今我慢しているよって、あえてその苦しい状況にいる、我慢してるんだっていうことを、手を差し伸べたいっていう気持ち、進んでいきたいとか、新しい未来、明るい未来へ向かっていきたいっていう気持ちはあるんだけど、まだそれをこらえてる。なぜかというと、そのタイミングをつかむための準備をしているから。そしてこちらの不公平のカードも入っていますね。誰かのために尽くしすぎているのではないか、あなたか、もしくはお相手が。あなたが苦しい思いをしてるんじゃないか、ね、公平ではない、フェアではない。だからそれがフェアになるまで、お互いの距離感がとか立場がとか、あとお互いのことだけではなくて、あなた自身の環境が今、あなたが背負いすぎているんじゃないかって、誰かのために何か犠牲にしていたりとか、ね、その恋愛じゃないところに今あなたが責任を負うようなことがあるんじゃないか、誰かのためにあなたが一生懸命何かをしてるんじゃないかっていうね、その心配してるところ、ここが今不公平さが正しくなっていけばいいのになっていうようなお相手からのメッセージ。そして、だからこそ気を使って動いていかないんだよっていうところもあるよっていうのが出てきています。この助教皇のカードっていうのは中立っていうのも表してるんですよね。陰と陽の間に立っているっていうのも表しているので、ちょっとグレーな感じなので、はっきりとしないような感じもするんです。イエスかノーかではなくて、心の中に答えはちゃんと持ってるんだけど、表面に出していないかもしれないですね、お相手が。だからあなたからしてみたら、お相手の方が何考えてるかわからないっていう風に見えるかもしれないです。ここ2人がね、見えてるところというか、意識的に出してるところと本音のところが逆な感じがするので、お相手からしてみたらあなたの本心が見えない、あなたからしてみたらお相手は何考えてるかわからない、イコール本心もわからないってところで、お互いがわからないような関係性、まだ深まっていないとか、何かがあってね、休止して離れてしまって今見えていない状態なのかもしれないし、お相手の本心っていうのは何考えてるかわからないではなくて、はっきりと動いていきたいっていう本心があるんだけど、出していないんですよね。意図的に出していないんだと思います。我慢してるよっていうのが出てきているので、あなたの方はお相手がね、あなたの本心を知らないだけで、あなたの中ではちゃんとこうしていきたいんですよっていうのがちゃんと明確にあるんじゃないかなと思うんです。迷いとか不安とかもなく、強いて言うんだったら、お相手が何考えてるかわからないから私も進めないとか、そういう不安はあるんですけど、お相手の方が私のこと好きっていうのを見せてくれたら、私も思い切って出していけるのになって、そんなことは考えてると思います。そしてお相手が、ミラクル、奇跡を願っているので、自分たちの力では今すぐどうこうできない何かがあるかもしれない。だからこそ奇跡を願っている。早くね、その奇跡が訪れるといいな、チャンスが訪れたら飛び乗っていく準備、心の準備はできているから、タイミングがやってこないかなとかね、そういうことを考えているし、もしタイミングがやってきたら自分は動いていくつもりなので、だからあなたも助けを求めてね、我慢してることないですか？自分だけがフェアじゃないって思ってること、なんか抱えてることあるんじゃないのかなって。だから手を伸ばして助けを求めてほしい。お互いがチャンスが生まれたらすぐに飛び乗っていけるような、そんなね、今準備をしてほしい。自分もそうするからで、そんなのがお相手からのメッセージです。そしてお選びいただいたカードと、あとはフードオラクルからあなたにラッキーフード出していきます。食べ物の力を借りて今弱まっているチャクラを高めていきましょうというところです。まずはフードオラクル1枚出していきましょう。失礼しました。もう一回切り直していきましょう。どうでしょう。こう見ているとお互いの考えていることが
まだ手に取れていないというか、でもすごく直感を表すカードが多く出ていたので、目には見えないんだけど絆やご縁を感じるような相性だったりとか、見えないけど気になるとか知りたいって思うような、そんな間柄なのかなと思いました。はい、こちらのカードごまセサミですね。そしてあなたのところのアドバイスも船のカードを出していますので、苦しいことはもう終わりです。そして自分で明るい未来を描いていきましょうというアドバイス。そしてあとはこちらのフードオラクルのガイドブックからこのセサミについてのメッセージをもらっていきましょう。金運を呼ぶ、そして浄化を表すカードです。そしてこちらはイエロー、黄色の部分なので第三チャクラを表しています。第三チャクラ、こちらは自信を表す部分のチャクラですね。ソーラープレクサス。メッセージをもらっていきましょう。この部分としてはだいたいお腹の部分ですね。第三チャクラはみぞおちの部分を表しています。あなたの意志全体を表す部分、そして心とつながる部分とも言われています。この第三チャクラが強い方の特徴としては、意志が強く自分の道が見えている、今やりたい、やりたくないがはっきりしている。逆にチャクラが弱まっている方というのは、何がやりたいかわからなくなっている、何が嫌かわからず流されやすいというような症状が現れてきます。なのでこの今第三チャクラに注目して、太陽のチャクラって言われてるんですね。この部分を高めていきましょう。このチャクラを高めるラッキーフードがセサミ、ごまです。そしてこちらの、ガイドブックからメッセージをもらっていきましょう。みぞおちのあたりというふうに出ているので、だいたいねこのお腹の横あたりですよね。もしかしたら胃のあたりとかのね、消化とかもね今弱まっている方が出ているかもしれません。まずメッセージは、とても栄養価が高いごまは金運浄化を表します。このカードはあなたのこれまでの努力が報われ、成果を発揮していくことを意味しています。ネガティブは浄化し、たくさんの豊かさを受け取る準備をしてください。塩とごまを混ぜることで場の浄化にも高い効果を発揮します。はい、ということでごまをぜひ取り入れてくださいと。そしてあとはですね、浄化のカードですよね。そしてこちらですね、ごまを取り入れることと、こちらお選びいただいたオラクルカードです。これは心の声を聞いてくださいっていうことです。あなたの中の心の声、あなたが奏でている音楽です。はい、音楽、つまり心の声を聞いて、自分がどうしたいのかとか、心の声に従って動いてください。本当は苦しいんじゃないかなって思っています。それを、苦しくないよって自分で自分のことをごまかして元気に振る舞っていたりとか、自分にはこれやらなきゃいけないことがあるんだっていう風にね、我慢して頑張っているところがあるんじゃないのっていう風に、そんなカードからのメッセージも伝わってきます。ぜひこのね、天に向かって手を差し伸べてほしいと、あなたの心の声を聞かせてほしいと、そんなメッセージもね込められていました。お相手からのメッセージもぜひねお受け取りいただいて、そして開運メッセージをお受け取りください。はい、今回はお相手の、その願望っていうことで、夜の願望、あなたとどんな一夜を共にしたいのかっていうのをテーマに見ていったんですが、お相手3番さん、かなり深いこととか、そしてお相手があなたを気遣っている様子っていうのが伺えました。そして夜のちぎり、夜の妄想スペシャルということで、これからこちらをテーマに連投して動画を投稿していきます。ぜひまた次回もお楽しみいただけたらなと思います。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。今回のリーディングは以上となります。今回はですね、夜の妄想、夜のちぎりシリーズスペシャル、真夏の夜の果実祭ということでお届けしています。第1弾はあの人の真夏の願望、あなたとこの夏したいことについて見ていきました。いかがだったでしょうか。それぞれ結果が変わってきたと思います。心にと止まったメッセージをぜひお受け取りください。
では今回は共通メッセージをもらっていきます。今のあなたに必要なメッセージということで、お相手とより距離を近づけていくためのメッセージです。マーメイド&ドルフィンのカードから1枚もらっていきます。そしてラッキーカラーも共通でもらっていきましょう。カラーカードよりもらっていきます。はい、ではこちらから1枚もらっていきましょう。早速めくっていきます。はい、まずね、こちら新しい夜明けがこれから訪れますよ。今まで頑張ってきましたねっていうようなね、そんなねカードが出てきています。今までの困難を乗り越えて、今新しい未来、新しい夜明け。夜明けと聞くとね、明るいイメージですね。明るい気持ちを持ってこの先を見つめてください。はい、先を見ていきましょう。もう心配することはありません。恐れや不安を今ね手放して、それは今のあなたには不要なものです。恐れや不安、前向きに捉えて明るい未来を目指してください。そして共通のラッキーカラーはターコイズブルーです。共感能力を目覚めさせる。お相手と共に気持ちを分かち合うっていうのが入っていますね。できるだけポジティブな気持ち、嬉しさ、楽しさ、そんなことをね、喜びをね、分かち合っていくような会話をしたり、やり取りをするのがおすすめです。色はターコイズブルーを取り入れてください。ターコイズというと旅行のお守りともして知られていますので、お出かけしたり旅行に行くのもおすすめでしょう。なかなかね、今暑くて夏出かけづらいですっていう方もいるかもしれません。そうですよね、皆さんそうですよね。私もなかなか出かけづらい。なので、近所まで出かけてみるとか、あとは無理して外出する必要とかありません。旅行とか行く必要ないので、少し友達と遊びに行く時とか予定ができた時っていうのがこの時かもしれないなっていうふうに思って気合を入れておしゃれをして出かけてみるとか、ついふらっと立ち寄った場所に何かヒントがあるかもしれないっていうふうに見てください。そして水分補給をしたりとか、プールに行ったり海に行くこともおすすめ。行くだけではなくて見ることもいいでしょう。見たり感じたりしましょう。入浴する、お風呂に入るっていうこともいいと思います。今身のお清めをするのもいいですね。そしてこちらはお相手に優しさと感謝、そして愛情を持って接することでこの気持ちを共有することができるというふうに言われています。ネガティブな思いをお相手に伝える、共有するのではなく、明るい気持ちをお互い共有できるように、あなたの方からポジティブな思考でお相手に話しかけてみてください。ネガティブな思いはそのまま相手にも伝わってしまいます。どうせ伝えるんだったらポジティブな思いを伝えましょう。こんなメッセージをぜひお受け取りください。では共通メッセージをお届けしました。また次回のスペシャルもお楽しみにしてください。はい、では本日もアフタートークまでお付き合いいただきありがとうございました。